我々敗残兵は駆逐艦で行って呉へ行って、そこから橋木に乗り換えたんです。そしてその三津島に着いて、で行ってみたら、私の記憶だと木造の建物が平が長い建物が4棟ぐらいあったんですね。そこへ収容されて、それで、呉から支給された服がありますね。それを分配したり。で、やることないけど、苦しむ何をやったかっていうと、名札作り。亡くなった人たち。それも何人亡くなったかっていうのはよくわからない。横須賀の鎮守府からもらった名簿が一緒に住んでるから、それでどうしたかっていうと、まず一人、僕なんかも聞かれる。一人一人に誰を知ってることをまず聞くね。そうすると、同僚だと丸山とか、あれは高橋上等兵を知ってることを言いますよね。そして、今、高橋上等兵はここにいるかと。知ってるって言うから、見てもいないわけだ。いません。そうすると、班長は、高橋上等兵、最後の見たものは誰だって聞くんですよ。そしたら、第一通信室で最後に見ました。そうすると、どうするかっていうと、通信室でね、亡くなった。水死っていう、戦死ですね。戦死のあれを書くんです、文章で。で、決まり、字の前や人がいて、すぐ、その場で名札作りますね。名札作って、で、別扱いにして、やがてそれはどこへ行くかっていうと、木の箱に入るんです。そこで、戦死者を分けていく。で、私も何か知ってる人がいたんで、なんか一緒に生きてるのもいましたよ、当然。丸山なんてのは、はい、丸山知ってます。丸山かって、班長、はいって言ってあげる、足引いてきてるっていう感じで、それを乗っけられて。で、もう一人のが、さっき言った上等兵はいなかったですね。私は知ってたけど、そんな風にして、1週間以上かかったんじゃないですかね。戦死した名簿を作るに。で、一生にお湯だっていうのは歴史っていうことで、仕分けてくれる。で、仕分けた名簿は、横須賀の地肉に送られて、そこで最終的なものを作られて、なんか、こっちで書いたやつが木の札になって、で、箱に収められて、自分のふるさとで帰っていくっていうことですね。とにかく海岸の場合は何にも先言って髪の毛も残ってないわけですから、一緒にね、何にも残ってない。木の札だけで帰っていくってことですね。それで約1ヶ月いました。やっぱり1ヶ月いないと、傍聴にはならないから。12月の、そうですね、終わり頃だったですね。11月28日頃に住んでますので、そこから呉行って、それから三越島に移って11月の末ですね。12月末、長崎に集団で夜行列車、専用列車で長崎に行きましたね。それから。で、長崎でまた空母に乗りました。笠木というね、空母に。これも偽装。ところが、これまた3月頃になったら、もう乗る飛行機もないと。乗る飛行機になったら航空がいりませんからね。乗る飛行機がないので、空母の建造が中止。そこから私は横須賀の海兵団にもう一回帰って、そこで東京空襲やなんか見て、夜中に飛
飛行機をね、向かって当たりやしない。当時、BG が高いとこ飛んでますからね、当たりやしないけども、撃った。で、我々は何したかっていうと、せっせと防空に夜になると、防空へ飛び込んで、というやり方をやって、やがて、私はもうすでに海軍兵長になっていたんですよ。階級さらに上がって。4月から海兵団に行って、6月頃だったと思うんだけど、愛知の航空隊の建設隊ってなぜかっていうと、アメリカのね、火災機が来て、飛行場を爆撃されるんですよ。格納庫を入れといてダメなんです。それでどうしたかっていうと、畑の真ん中に、あの日にちょうど明治航空隊にあった地域が桃の畑だったの。その中に統治下みたいなコンクリートのあれを作って、そこに飛行機を格納してたんですね。その建設のための部隊ができたんです。で、私は通信兵ですから、スコップ持つはいかんから、何になったかっていうと、小班小さい、全部で20人近いところの班長になっていった。まあ、庶務班ですね。建設部隊がいるわけですから。その兵隊ってのは全部補充兵。40ぐらいの人たち。で、また40、いろんな手に職員を持ってる連中。時計屋もいるし、小さな家具職人もいるし、そういう人たちばっか集まった。それで何やったかっていうと、偉い人からいろんな命令が来る。それの作り方。私もいろんなのを作ってもらったんですよ。まず最初、あれを作ってやったトランクをね、トランクどうして作るんだって、ベリーがあるなら、回してくれって。で、ここで行ってね、事情を話して、まさかトランク作るからなんて言えないから、隣の建設隊なんだけど、必要なんで、こちら上にいたあると聞いて、待って、帰ってきたね。知ってね、ちゃんとトランクを作ったんですよ。手に職業があってすごいなと思いましたけどね。そういうのの班長やって、やがて終戦になったということですね。本当に小さかったね。これでは戦争に行けないな。我々通信の仲間だから負けたっていう情報が早かったですね。